Hello everyone, welcome to my show. ようこそ、山岸豊です。今日はこちらのアバルトアセットコルセを紹介したいと思います。さて今日は、このねアセットコルセ知ってる方は知ってらっしゃると思いますけれど、新しいフィアット500に変わってからアバルトも695をリリースしました。そしてその695をベースにワンメイプレイスに参戦するためにこのレーシングカーが作られたんですけれど、最初の49台はリミテッドエディションで特別なカラーリングと、それからエアロパーツと特別なエンジンチューニングが施されて、そして本当ねたったの49台だけが作られたうちの46番という番号がついているシリアルナンバーの1台になります。音でね分かっていただけると思うんですけど、室内は内装全部剥がされてストリップにされた上にこのごっついロールゲージ、本当ねロールゲージっていうよりはバードゲージって言った方がいいぐらいしっかりと溶接で競技用のロールゲージが装着されています。でこのおかげでね本当にボディがガッチガチに固められてるんで、その分正しい設計通りのサスペンションジオメトリーも実現されていると思います。でね、今日ついているタイヤはオテンザの S タイヤなんです。ちょっとこの今日の路面にはマッチしないんじゃないかなと思っていますけど、そのせいでねタイヤのプロファイルの影響で乗り心地とかグリップ感もだいぶイメージが変わってしまうんで、そこはちょっと差し引いた上で車の評価をできたらななんて思っています。で本来ねこの車サーキット専用車という形で作られているんですけれど、2009年に日本に輸入された時になんとナンバーを取得してるんで、こうしてね今日道路を走ることができるようになってるんですけれど、エキゾーストポートもそんなに大音量ではないので、触媒もついてますから、そういう意味ではインテリアを見なければ、ちょっと派手なフロントスカートとリアウィングがついてるぐらいで普通の500とそんなに見た目は変わらないんですよね。ただこのクラシックグレードカラーにアバルトのレタリングが入ってゼッケンもね49番がついていますから、そういった意味では外観はかなり派手な印象になっていると思います。インテリアはねもう本当完全にレースカーの仕様なんで、本来ナビゲーションとかがある位置にはカットオフスイッチとスターターボタンが設置されていて、この車がねリミテッドエディション49台の特別な1台だということを記すプレートが装着されています。もちろんエアコンも外されているんで、そういったね空調機能もほぼ外のクーリングエアを室内に取り入れる機能だけが残されているという簡素なものになっています。でね、この一番やっぱり普通のアバルトとは違うところがギアボックスなんじゃないかなと思います。メーカーの方からの正式なリリースはないですけれど、パーツ番号から見ると、この6速のギアボックスは
標準の500のギアボックスだと構成とかいろんな意味で足りなかったんじゃないかなって想像できます。結構ね、ゆっくり走ってると路面の悪いところを通過するときに騒音がすごいですよね。まあやっぱり内装がないだけでこんなにも車ってやかましい音がするんだなっていう、まあ本来のねレースカーだったら当たり前の音なんですけど、いざこうやってねゆっくり走ってみるといろんなその音にびっくりしますよね。結構手が入れられてると思うんですけれど、細かいねその仕様は公開されていなくて、まあ、主なってはタービンがギャレット製に交換されていて、それに合わせてね給排気のチューニングがされ、もちろん延長もこの車専用のものにチューニングしてあるということなんですけれど、まあその恩恵でね最大出力は190馬力を発生しています。助力はね、ちょっといろいろ調べたんですけれど、正式に公表されてる数値がなかったんで、おお、すごいな。この映像からどれだけ足が硬いのか分かっていただけたんじゃないかなと思います。よく見ていただくと分かるんですけれど、エンジンマウントがね完全にソリッドのレースマウントのように交換されていて、そのエンジンマウントにもねアバルトのコックインとそれとサソリドのマークがしっかりと入っています。やっぱりね台形タービンがついてるんで3000回転ぐらいからまあが良くなってくるっていう、そういう特性ですね。まあもともとねサーキットを走ることを考えてセッティングされてるんで、3000回転以下にまで回転が落ちるということは考えてないんだと思いますね。まあ、だからそういう意味では3000以上回っていればどこからでもパワフルなしっかりしたパワーを感じることができます。この車普通のロードカーと何が一番違うかってもちろんたくさん違うんですけれど、一番大きく違うところが車重なんですよね。今の最新型の595アバルト595コンペティゾーネ、こちらの車重が1120キロと公表されていますけれど、この車なんと930キロしかないんですよ。ですからロードカーと比較した上で190キロもライトウェイトなんです。190キロってねすごいですよね。大人3人分ぐらい軽くなっちゃってるんで、それがハンドリングやね駆動性能にね影響されないわけがないですよね。そしてブレーキもフロント4ポットリア2ポットなんですが強化されていて専用のブレーキパッドがついているので、まあ今日のね走りぐらいじゃフェードするなんていう兆候は全く出ないんでしょうけれども、軽く踏んだだけでかなりストッピングパワーが強いんで、まあもちろん軽量化がこのブレーキング性能に貢献していることは言うこともありません。基本FF の車なんでやっぱりしっかりとねコーナー手前で減速してあげてアンダーステアを出さないっていうことが大切なんですけど、これだけねエンジンパワーがあると多少のアンダーステアはアクセルオンで消せるんですよね。
ちょっとオーバークオリティなのかなって行動では思いますけど、タイヤをねスポーツラジアに変えてあげればとてもしなやかでいい感じの雰囲気のレースになると思います。そしてねちょっと高速っぽいコーナーもねとてもね速いんですよね。エーストガーラレイカーに似てるかもしれないですね。入ってっちゃって大丈夫なんですよ。すごいでね、ブレーキもすごく効きがいいんですけど、それでいてねコントローラブルで、これはまあ多分ねこの車ワンメートル車両のように開発されてるんで、レース初心者のね方でも安心して車を制御できるような、そういうねバンディ向けのセットアップにされているんだと思いますけど、まあ可愛いね500をベースにねここまでねちゃんとねセットアップできるところがアバルトのとってもきっちりとした構成部分がいい仕事をしたんだと思います。いやー早いよ本当。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。また次回もお楽しみに。